さんこんにちは、漫画家の下田慎です。はい、Sくんです。S くんは明けましておめでとうですね。あ、そして皆さん明けましておめでとうございます。1段目は私とこっちゃんで S くんいなかったから。そうですね、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。初心者6年目、今年も頑張りたいと思います。ということでなんだけど、みんなに恐ろしいことを言いたいと思います。今から私たちがやる企画。2024年の流行語のイラスト連想で描いてみよう2025年だぞ、今もう2025年。だけど、まあそれを今更2024年の流行語をやるのが我々。じゃあ振り返ろうっていうね。振り返ろう、そう。新年早々に去年のことを振り返るんだ。そういうこと。まあ、だってさ、まあ我々、そもそもこれも毎年大体年末にやってた企画なんだけど、まあ若者の流行語にもう年々本当についていけてない。いや、もうほぼほぼわからんよ。そうなの。で、今回はいつもお世話になってるね、スタッフさんたちが、若い子たちを全然私たちよりね。俺らより10個くらいしたね。そう、ね、もう Z 世代の流行語を出してきてくれました、2024年の。で、それを、S 君にだけ先に情報を言ってます。あ、もらった俺。で、私に今回はクイズとして出してください。で、私はそれを連想でイラスト化して答えます。なるほど。今年はだから敏感に生きていきたいなと思います。ここで追いつけてなかった場合はね。追いつきたいと。でも私は分かってるって自信があります。おー、すごい。やっぱり漫画描いてるから。ちなみに俺何にも分かんない。マジでじゃあやばいかもな。ということで、じゃあ早速やっていきましょう。では、早速1問目よろしくお願いします。いっぱいもらってる中で、なんとなくピックアップして、今回3問だけ出したいと思います。第1問目は、多分これはしぼせで絶対わかるだろうっていう、ちょっと簡単めのやつ。最初は優しくね、優しく。じゃあ1問目の、去年の若者たちに流行った言葉。平成女子ね。ああ、もうわかりますよ。わかるでしょ。これはもうね、私だって平成女子だから。だけど、まあ、一つ、まあヒントとして言うなれば、まあその、新本先生の平成女子ではないからね。その、去年の子たちの平成女子だから。なるほど。そこをやっぱ考えてもらわなきゃいけないってところなのよ。私の高校生時代を書きゃいいって話でもない。そういうことじゃないのよ。令和の平成女子を書くってこと。去年の子たちが流行語として流行らした平成女子だから。でもわかる。なんとなく去年見たなってアイテムがいろいろあるから、ちょっとその辺を付け替えながら書いてみたいと思います。そこの問題なんだよ。そこだよね。だからきっとなんかあるだろうな。何個かこれっていうアイテムが。自分の平成女子書いたら、結局はその新本先生の時の平成女子だから。野蛮なギャルになって終わる。そう。そうなっちゃうから。じゃあさ、今年、やべえな、この漫画やばかったな、みたいなのあったの？なんか気になった。俺、新本先生が、ほら、漫画家じゃん？漫画好きじゃん。いろんな漫画読んでんじゃん。今年も結構やっぱ読んでたじゃん。やっぱその中で、うわ、やっぱこの漫画やばかったな、みたいな。やっぱおもろかったな、みたいなのあった。アンデッド・アナンク。あ、出たアンデッド・アナンク。これね、マジで、お前ほんと語ったら下先生ほんと一日中俺に語ってくるんだけど、この話。一気に読んだよ。一気にね。めっちゃおもろくてさ、もうすぐさ、これがもう動画が出てる頃には次の新刊発売してると思うんだ。多分もうちょっとで終わるんじゃないしかも。それはもう私もう S 君からネタバレほんと聞きたくないから、あんま S 君喋りたくない。そのことについてS 君がうかつにポロリしたらほんと消えるからさ。いや、うかつにポロリはしないけど。だからさ、S 君はほらジャンプで読んでくからさ、私はちょっと単行本派だからさ。まあ、下先生が読んだ中ではアンデッド・アンナンクっていうね。そう。去年ね。そう。みんながね、面白い。想像してる以上に語ってくっから。やばいよ、私。俺ね、私に漫画を語らせたらやばいよ、マジで。俺だってさ、もう何回聞いたことか。ね。多分だよ。3日ぐらいその話してたよね、俺。私多分、やったことないし、やってないけどね、一人で覆面系の、なんか漫画の考察チャンネルとかできるんじゃないかと思うよね。漫画の考察するチャンネルあるじゃん。ある。私なんか、ワンピースとかね。人気で、それこそワンピース考察チャンネルとか一時流行ったじゃない。実はここでここがあって、ここのこういう設定なんじゃないかみたいな。いろんな作品で一人S君に考察してるもんね。いつも。してる。はるかにやっぱ俺より考察能力高いじゃん。だからさ。考察が好きなんよ、漫画描いてる人だし。だから結構さ、しかもさ、なんか的いいところ考察してくんじゃん。だから俺も信じちゃうんだよね。マジか、やっぱそういうことなのか、みたいなさ。でもさ、ドラマとかでも考察とかすっけどさ、大体外れてることも多々あるよね。いかにもそれっぽ
重い考察述べといて、エスクも、なるほど、そうか、言うなよとかって言うじゃん。全然違うじゃん。全然最後蓋開けてみたら違うじゃん、みたいな。そういうことも多々あるのよ。多々あるけど、ね。ただやっぱね、この職業柄から考察せずにはいられないね。何かストーリーのあるものを見たとき。まあ、漫画家なんだろうね。そう、ほんと漫画家なんだと思う。だからそれを込みで、アンデッド・アンランクはさらにそれの自分の考察のさらに上を行ってたっていうね。そうそう。っていうことでしょ。そう。だからおもろかったですね。そう、私が大体好きな漫画っていうのは、いつも何だって考察しながら読むけど、なんか自分の考察のさらに上を行く発見があった時に、あ、そういうことかってなる漫画が大好きなんよ。わかるわかる。だから、そういう作品は本当何でも好きで、去年一番私がそれだったらアンデッド・アンランクだったね。確かに。でもあるよ、他にもいっぱいそういう作品。まあ、下先生いろいろ読んでるからね。そう。ということで、ちょっと時間かかっちゃったけど、かけました。私が思う平成女子は、Y2K ファッションでいう、Y2K ファッションね。で、イメージだからね、下がボンっていうズボンで、お腹キュッて細くて、ちょっとへそ散らしてて、で、上はピチッとした雰囲気の T シャツに、たまごっちとか、なんか携帯にジャラジャラつける。携帯にちょっと物を増やす。っていうイメージ。あとはなんかここ最近姫カットのなんかこう、最近見たなっていう今年イメージでもうそれがね、去年だったか一昨年だったか思い出せないもん。なるほどね。っていう私のイメージの平成女子です。どうでしょう？多分、間違ってはないと思うんだけど、平成女子っていうのは、そもそもZ 世代を中心に流行してたと。で、それが、平成で30年間あるじゃん。ある。その中で、平成の小中学生の間で流行ったもの。で、そういうものを示すんだって。間違ってはないのかな。ちょっとたまごっちギリ乗せたところね。Y2K ファッションとかね。でもさ、たまごっちはさ、私たちが子供の時なんだよね。要はちょっと古いよね、きっと絶対に。確かに。でも、ギリいける。ギリ合ってる。じゃあギリ成功。オッケー。じゃあ次。はい、お願いします。第2問目は、当たり前界隈。何それ当たり前界隈。いや、私知ってるよ。今年〇〇界隈っていうのが流行ってるのは。そう、ちなみにだけど。1個知ってる。フロスキャンセル界隈。ちなみにだけど、そのなんとか界隈っていうのは、今回出してくれた中で4つぐらいあって、自然界隈と、ママ界隈と、それ今言ったフロキャンセル界隈っていうのがあったらしい。でその中で当たり前界隈っていうのがあって、今回問題としては当たり前界隈。フロキャンセル界隈にしてくれよそれだったらすぐかけちゃうなと思った。わかっちゃう。待って、当たり前界隈じゃあちなみにだけど、その他の界隈の項目の答えを教えてあげると、風呂キャンセル界隈わかるでしょ？わかる。お風呂に入らない子たち。そうそう、お風呂に入ることがめんどくさいと感じる人。それがよく SNS で使われて流行るよ言葉みたいなね。で、自然界隈っていうのは、山、川など自然のスポットのことで、またその場所を好んで出かける人たちのことを自然界隈。私の時代でいう山があるね。そう、だから、森があるか、森がある。使い方としては、休日に、自然スポットに出かけたことを自然界隈してきたみたいな。なるほどね。とか、よく自然スポットに遊びに行く人のことを、自然界隈の人だな、みたいな。っていうように使うのが自然界隈。じゃあ、アウトドア好きみたいな人のことを言うのかな。そう。ママ界隈っていうのが、ママ友やもん、それは。ママって言ってるような、なんか鳴き声の動物の動画で、お母さんとの日常のやりとりを再現したミームだって。そういうこと TikTok だったんだ。なんで私もうママまで来た時スネ夫みたいなやつのこと言った。めーとか言ってる男のことを、あいつママ界隈だよって指すのかと思った。だからスネ夫も、スネ夫のことじゃん。ママ界隈やな。スネ夫もいつも、って映画の時とか必ずさ、言ってるじゃん。スネ夫ママ界隈やん。らしいよ。で、そんなのがあって、当たり前界隈っていうのがもう一個ある。あるのね。またそっから連想すればいいのかな。そういうことかっていうね。はい。私の思う当たり前界隈は、1たす1は2っていう、もう絶対にそれしかないじゃんみたいなことを聞いてくる。それをノイノイで答える。で、当たり前界隈っていう気持ちが入るっていうことです。そういう一連のノリ。
まあなんか、なんだろう、三角ぐらいかも。マジでマジで本当に。本当に絶対違う。シンプルなんだよね。だから答えは、当たり前の出来事を、あたかも珍しいことが起こったかのように発言をする人たちのことを指すんだって。じゃあ。まあだから、ちょっと待って、今日朝起きたら寝癖がついてたんだけど、みたいなこと？だからまあ言うと、じゃがりこを食べたら量減ったんだけど、みたいな。シンプルにね。で、あと買い物しようとしたらお金減ったんだけど、みたいな。なるほどね。間違ってはない。間違ってはないね。じゃあ、これにすれば1+1足したら2になったんだけどって言わせれば正解だったんだ。なるほどね。難しい。でもちょっと間違ってもなかったのか。はいはい。だから当たり前のことなんだけど、それを、なんかすごい珍しいことのように。なるほど。珍しく言えばよかったのね。なるほどね。大げさにこう言えば、パンみたいな感じでね。なるほどね。言えばいいっていうことらしいよ。面白い。なるほどね。超面白いな、それ。やろう。いや、去年だから流行ってる。やろう。私やろう。去年だよ。第3問目。汁カツです。汁カツ？これはわかるよ。知ってんの？汁カツでしょ？汁カツ。わかりました。でも想像つくわ、こんな。マジで？いけるいける。知らないかと思って出したの。汁カツでしょ？知ってたんか。いや、だってイメージつくものがもうこれしかないよね。じゃあ、これはなんか最終問題にしちゃったけど、知ってたんだ。言葉からだってもう連想できるよ。俺知らないかと思ってた。本当に？ただ何の汁だ？そうだな、私がわかんないの。何汁だ？何汁だ？汁カツだろだって。何汁？何が流行ってたんだろう。俺が今言葉でしか教えてないじゃん。文字で言うと、カタカナで汁でカツだよ。でもいいよ、いいよ、でも。それ漢字の汁って勘違いしてない？漢字の汁で私がイメージして。勘違いしてない。私のイメージはこれが正解。もう書いちゃったし。今更だよ。ということで、私の思う汁カツかけました。これです。今日は汁カツ、豚汁もお汁粉も温まるです。要は、汁カツっていうのは、いろんな汁を飲む活動。だからなんだろう、スープって体にいいじゃん。温まるし。そういう女子がスープをたくさん飲んで、こう体を温めるっていう温活、要は温活みたい。だから、ただ何の汁が流行してたのかわからないから。違うんだって。この汁じゃないんだよ。汁のカツだから。で、そこでわかんなかった。途中で思いついたらペンシルカツだったけど、絵を描く人のことかなって。だけどわかんなかった。手紙書くこと。これはもうブブーですね。ブブーです。じゃあ正解何汁って？汁カツの汁は、シルバニアファミリーの汁っぽい。シルバニアファミリー？だからよく考えればわかるよね。わかんないよ。シルバニアファミリーの汁？だからシルバニアファミリーは、大人も夢中で、それはわかる。ストレス社会の癒しみたいな。わかるわ。なんかシルバニアファミリーが最近人気なのはちょっとわかる。大人たちの中で。だから、なんか、お気に入りの人形と、一緒にお出かけしたり。で、写真撮ったりとか。そういうので、なんか、洋服着せたりとかさ、そういうことをするのが汁カツなんだって。要はだからシルバニアファミリーの推し活ってことだね。そう。で、汁カツむずい。らしい。なるほどね。全然違ったな。今聞いた瞬間ひらめいたのに、もう汁カツねみたいな。俺もこれは絶対になんか分かるって瞬間に絶対そっちの汁で書くだろうなと思ったけど。ということで、じゃあ私は1問正解。まあそうだね。1問正解、1問三角、×だね。なるほど。ってことは、まあ分かってたということで、若者のことが。いや、全然分かってない。じゃあ、このままいくと2025年も、ちょっと私流行に乗り切れない可能性があるので、今日からちょっとアンテナを張って、ちょっと2025年の流行語では、無事満点を出したいと思います。だからまただから来年できないからきっと動画がの再来年なんだけどね。そうだね。再来年の1月、来年の。で、また他の動画でお会いしましょう。漫画家の島と慎太。はい、よすくんでした。バイバーイ。今年も1年よろしくお願いいたします。よろしくねー。